白川隆二先生の合気道を学ぶのは国際勝闘館総本部指導員の金沢日和さん。武道家として成長するためにさまざまな武術に出稽古しています。今日のテーマは合気道は空手の突きをつかめるのか、そして入り身の方法。突きつかめます。どういうケースあるんですか？突きをつかむないですよね。私お聞きしたかったのが、突きをつかむっていう稽古はあんまりされないと思うんですけど、この空手の中に流し受けってあって、この相手の方をつかむときって流しながらつかんでるイメージなのか、だってパッてそんなに急に捉えられないじゃないですか。だから流しながら捉えてるのかなとかあとは思い取らないながら。ですよ。突きいいですか？突きが来た時とか、中段とかでもこう受けて、相手が引こうは引かないから。はい。おお。相手関係なく肺だけを触っていくだけ。触ってくだけ。そしたら違ういろんな動きができます。ここだけ来ないようにしたり、あと情報的に触れとくと相手の次の動きが分かるので。なるほど。掴まなくても触れとけば触れとくって感じです。分かる。へえ。掴みたくなっちゃう。でも掴めんだと絶対掴んだ方がいいですよ。でも掴めないんですよ、ほとんど。そうです。早いですよ。早いです。引きも早いですから。引きも早いから、だから例えば突き来た時にもうついてきて、一回だけ触って自分がやる。わあ、今の早い。はい。で自分が入れば待っててこう掴もうとしたらこういう動きなんですけど、もう合わせてバーッと同時に、はい、一瞬だけ触っとけば。もう取られた一瞬で。はい。で密着してると取れる可能性もある。まああれですよ、腕っていうかあれ来た時に。ついていいですか？もうどこでもここでもそれで引っ掛けちゃえば、腕を取ってやろうっていうか服を取ってやろうと結構取れるんですよ。そうですね。裸は取れないんですけど、どこでも、確かに。はい。これほら今荒くだったらどこでも取れる。はい。本当だ。いや引いてもらっていいですか？あ、引いてもらっていいですか？はい。おー。自分がついてる。はい。はい。突きを取ってやろうとか思うと絶対取れないですけど。そうですよね。入りながら。情報をもらうだけ。情報をもらう。はい。触れとくだけ。なるほど。すみません。間合いって基本どのくらいの間合いで稽古されるんですか？結構ほとんど触れた状態からやるか、あるいはもうすごい遠いんですよ。すでに半身なので、例えばじゃあ打ち込みだったらここからこういうふうに入るぐらいですか。結構遠い。遠い方が似てます。そういうなぜかというとこういうところからこのままいたら。はい。これが剣だと持ってない手の形なので、ここが届くところ、ここが届くところで練習します。なるほど。ここの長さ。はい、そうです。はい。ああ。なるほど。思ってたより遠いです。はい。遠いですね。でも実際技かけたらめっちゃ近づきますけど、やった方が早いし、遠い前だったらどう来たら難しいですよね。そうですね。実際だったらもうあいつの方がこっちの方が有利ですよ。はい。周りだったら絶対空手の方が早いし、いける。なるほど。周りを尽くします。でも剣が持ってたらもう触れたら即終わりなので。はい。結構周りの特に上は見えないですよ。びっくりしますよ。縦にバッて変化するので下も来るかもしれないし、バッてくる。そう。上は本当に下がって見えないですよ。本当だ。おお。素手と全く違いますね。これ両方練習しないと。下なんて見えないですよ。うおー、見えない。視覚からきますね。見えないですよ、下。これは剣より複雑。これはもうどこの道場も杖も使って。使ってる道場使ってない道場あります。ああ、そうなんです。でも杖だ
と長いしね、難しいですよね。まあ、稽古としては単純でやるんですけど、もちろんあんなくらいするの無理なので、稽古としてはこう内側に入る、その後に取ったり、本来はこういうところなんですけど、はい、斜めとか結構難しいですもんね。シャーッと長いな。長い、思った以上に超長い。いや、上は結構難しいですね。棒はもっと長い。あとあれですね、横面、合気道の横面、はい、こういうこう剣、下駄とか来るわけなんですけど、私はここですか。どうします？あります、ひろさん、こう体だったら。あ、どう対処するかってことですか。斜めですか？これ結構面白い合気道独特な練習なんですよ、横面。そうですね。ないですよね、なかなかこう切る。ピッて正面から来るとかわかるんですけど。まあ、攻撃戦の練習ではあるんですけど、独特です。まあこれもないですもんね、普通は。はい、それもないです。これも剣の武器なんで。はい。そう。斜めは入り身もしにくい。内入りなんですよ。内入りか外で。合気道の時どうされるんですか。合気道だったらこういう当てに入れながら入るか、あとは内側にこう倒すかっていう練習のために。内側怖いですね。でも当て身しながら。はい。あ、でもこう持ってここを押さえちゃえばいい。そう、最初ははい。こう入るか、はい。あとはちょっとという練習ですよね。こういう外側に、はい、まあこれに入れて外側に入る練習と、あとは流しちゃう練習。おお。あ、力が逃げる。はい、逃げる練習。ああ、逃げた。いい練習。ちょっとやってみましょう。面白いから。こう打ってくるから、はい、ひろいさんはもうこっち側にスパッと入りに来て。はい。そう、オッケーです。そうしたらここまで来たらもうあとわーいけます。こうした後、はい、まで倒していただいて。倒します。顔より優しいです。顔で止めておいて、あとはずらして。ちょっと練習、これもいいかもしれません。はい。怒りを、最初の怒りで下がらないで前に。その後にこっちあって顔よりも優しさで引いて。客観的に見てるとそれだけっていうはい、感じなんだけどな。単純なんですけどね。はい。そう。でももっと踏み込み。そう。そういう練習。そう。ああ、いいですね。で、ここ。はい、そうです。あとずらして。そう。肘の内側。肘の内側から、ここ弱いから、ここからこう。で、キュッとさっきそう。あ、さっきのだ。そう、そこ出てくるんですよ。出てくるんですよ。なるほど。たくさん練習します。ごめんなさい、私下手です。そう、あ、でもそう。もっと早く入る。遅い。遅いっていうのは、ここだとちょっと負けてる状態なんです。はい。この状態が力入れてなくても入れる。はい。そう。行き過ぎた。はい。で、そう。あと受けるときには固めない。柔らかく。はい。そうでした。こう脇が締めるんですけど柔らかく入っていく。そう。そういう。あ、いいですね。はい。そう。こういうイメージのまま。よし。そう、あ、いいですね。あ、いいですね。いいですか。動きある。確かに、自分に来る衝撃も弱くなりますね。で、相手も嫌な感じがしなくて受けてても。合気道で面白いのは、そう受けてていい技と悪い技があって、硬い技っても嫌な気持ちにさせて怒りが溜まっていくんですよ。だけどね、柔らかいと気持ちいいんですよ。気持ちいいです。あんなにやられててもイライラしない。気持ちいいわ。すごい。なるほど、もう一回お願いします。強く。そうです。あ、いいですね。あ、違う。遅れちゃいます。はい。早い時ですよ。違ったな。そう。いいですか。あとじゃあ内さばき面白い。はい。内入りですよね。
回すんですよね。これが、まあ、合気道で転身っていう動作なんですけど、斜めに入って、はい、転身、同じくあるんだけどな、あるけども、そう、あ、オッケーです。あ、いいでしょ。あ、内側に当て身をした後に1、3、そう、あ、オッケー、オッケー。さっきその約束組手にもあるんですよね、転身の動きが結構多くあって、体さばきを覚えるのにはいいですよね。絶対直線の方が強いですよ。速くて小型的なんですけど。力も逃がせるし、はい、ああ、なるほど。月ってつかめますかって言われたじゃないですか、白川さん。なんかドキッとしましたよね、あの瞬間。なんかよくわかんないですけど、月に一瞬だけ触れて入っていくみたいな、はい、相手の引き手に合わせて入るみたいなことを言ってたでしょ、はい、あれは日和さんからはどんな風に感じました？そうですね、つかめなくても触れとくだけで先生も多分おっしゃられた情報をもらうみたいな、確かに触れとくだけでどういう強さ、どういう速さ、どっから入ってきてるって大体感じ取れるので、体で、おっしゃってることはすごくよく理解できましたね。しかもついてきた手、パンチしてきた手を掴むんじゃなくて服とか袖を掴むって言ってたでしょ。あれは面白かったな。パンチを掴もうと思うと絶対無理じゃんとか、自分の頭の中に、脳にすごいこうプレッシャーかかるけど、服掴めばいいじゃんって思ってると、なんかいける気がするって僕なんか思ったけど、どうですか？なんか言い方いいか分かんないです。軽い気持ちで入れるというか、でその軽い気持ちがこの多分体の力みとかこう柔らかさにつながると思うんですよね。だからそういう意味で入りやすい、つかみやすかったっていうのはあります。しかもパンチが来た瞬間にちょっとでも指引っ掛ければ相手が簡単に手を引くでしょ、はい、引いてくれるからその瞬間入ってるみたいな。面白い、相手の引きを利用するんだっていうですよね。だから入ってきたこう入ってきたこっちの力じゃなく、この後の引きを利用するんだっていう発見が面白かったです。普段の生活からじゃあ急に襲われた時に、相手の、身にまとってるもの、何でもいいです。服でもマフラーとか帽子でも何でもいいですけど、そういったものをこうあるっていう察知がすぐできるようになるなと思って、普段からそういう考えでやっていると。そう考えるとさ、冬場の方がいいよね。相手厚着してる方がさ、ジャンパーとか。そうですね、タンクトップとか着られるより全然いいです。ひよりさんも空手も約束組手とかに転身の動きがあるって言ってましたけども、でも意外に難しかったですか、あれ？そうですね、普段からやっている動きではあったのであれですけど、普段あんまり杖とか棒っていうものは使わないので、それが出てきた時はちょっとこう恐怖心というか、があって、やりづらさはあったんですけど、そこまで難しくは感じなかったです。入っていく、まず心の準備というか勇気というかがまずないと、ああいう入り身っていうのはできないと思うので、そういうのは大事かな。白川先生のこの内側からの入り身がなんかひよりさんこれは怖いって言って、いろんな先生共通しているのが、入ってた時にも自分の正中性を取られるというか、もうそのポジショニングでこっちはもうどうにも無理だろうなっていう風なところに一気に皆さん入りが早いので、そういう意味で怖いですね。あとやっぱ白川先生ってすごい明るくていい人だけど、やっぱり若干怖いですよね、なんかってな感じない？言っていいですか？ちょっと怖いです。はい。なんか怖いです。ちょっとね、他の先生にはないなんか怖さがありますね。ありますね。はい。なんでだろう。何で感じるんだろう。それは今まであった先生方の中で一番それは感じます。伝統空手道国際松濤館の金沢日和さん、組手と形の両方で世界チャンピオンになったこともある超本格派。おじいさんは空手界のレジェンド金沢博一先生、お父さんは国際松濤館の館長金沢信明先生という空手家系の3代目です。
実際の体験映像とアフタートーク、本格派の空手家ならではの感想がとっても良かったですね。次回も日和エクスプレスお楽しみに。国際衝闘館の YouTube チャンネルでは空手家金沢日和さんの活躍もたっぷり見れますよ。ぜひ登録してみてください。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。